コロナ感染で大騒ぎになる少し前に、ダイヤモンド・プリンセス号で2019年12月29日から12月7日の8泊9日間のクルーズ旅行に行っていました。その後すぐに船内感染で大騒ぎとなってしまいましたが、あれから2年経ち、クルーズも再開されつつあります。クルーズ旅行に興味のある初めての方には大変参考になると思いますので、ぜひご覧ください。私はどちらかというとアウトドア派で、旅行は大好きですが、豪華な旅行などはしていません。クルーズ旅行にも興味はありましたが、外国人やセレブの旅、敷居が高い、値段が高い、期間が長いのイメージで、とても普段の自分たちの生活からは考えられませんでしたが、会社の同僚が行ってきたと聞き、急に身近に思え、なら自分もと計画を立てました。今回の目的は、豪華客船でクルーズすることなので、寄港地の希望は特にありませんでしたが、まず第一は安いこと、そして発着は横浜であること、乗船日は10月以降が希望だったので、暖かい南の方面を探しました。値段の安いのは日本発着の外国船籍なので、外国には必ず行くことになります。お手軽なのは韓国、香港、台湾でしたので、決めたのがダイヤモンド・プリンセス号で行く横浜発着、沖縄、石垣島、台湾の8泊9日コースでした。価格は部屋により大きく変わり、海側で窓のある部屋、窓はあるが視界が悪い部屋、バルコニーのある部屋、スイートルームなどで変わります。部屋によりサービス料も違います。詳しい料金はブログに掲載していますので、そちらを参考にしてください。私たちの部屋は最安の内側船室で、船底かもという不安もありましたが、それは大丈夫でした。旅行代金は当初13万2000円ということでしたが、ベストワンクルーズという会社の大幅値引き9万8000円という広告を見て簡単に決めてしまいました。実際それだけかというと、それだけでは済みませんでした。港湾税やチップの支払いもあり、別途1人1万9600円の加算となり、1人11万7650円、夫婦で23万5300円となりました。1泊1万3000円程度ですが、食事やドリンクは食べ放題、沖縄、石垣島、台湾まで行っての金額なので、やはり安いと思います。私たちの場合、海外旅行は本当に久しぶりなので、パスポートの更新手続きからスタートです。持っている人も有効期間満了まで6ヶ月以上あることが条件なので注意してください。台湾ドルの両替は1万円分しかしませんでした。現地のセブンイレブンでもできるようですが、時間や手間が大変なように思え、金額もわずかなので、ネットで探したラクマネットに依頼しました。でも台湾では下船時に臨時の両替所が設けられていたので、そこで買えるのが一番楽だったかもしれません。このような情報は旅行会社から事前に欲しかったものです。もし行かれる場合は旅行会社に事前確認した方がいいと思います。旅行保険は旅行会社の勧めるものもありましたが、ネットで比較すると価格の差が大きかったので、三井住友海上保険の海外旅行保険にしました。障害死亡1000万、障害、後遺障害1000万円で1人5930円でした。何もなく無事に帰ってこられたので良かったのですが、もったいないような気もしちゃいます。8泊9日、夫婦2人分の荷物は結構あります。新婚旅行当時の大型スーツケースはすでに処分してしまったので、現在あるのは36リッターと50リッターサイズの2個だけでした。これでは全く収まりません。買うとすれば81リッター以上の大型となりますが、今後も使うかはわからないので、佐川急便が行っているクルーズ専用の配送サービスを利用することにしました。荷物は客室まで運んでもらえます。申し込みは客室番号が決まってからインターネットか電話のどちらかでします。集荷依頼の受付開始日は乗船日の22日前からです。集荷は乗船日の11日前から5日前までです。荷物のサイズはスーツケースの場合、縦横高さの3辺合計が160センチ。段ボールの場合は140センチまでで、私の場合は佐川急便で140センチの
段ボール250円を購入しました。スーツケースを買うより大幅に安くなりました。北関東からの往復料金は2600円 ×2 で5200円ですが、往復割引100円があり5100円でした。自宅の集荷時に佐川急便が届け先の部屋番号と自分の名前を印字して届けてくれます。帰りも同様で、下船して荷物を受け取り、佐川の集荷場に運べば自宅発送用のシートを用意していて貼ってくれます。段ボールの配送サービスのおかげでスーツケースも買わずに済み、小さいスーツケース一つで済みました。持ち物と服装はとても気になるところだと思います。特にドレスコードのフォーマルや普段の服装など、靴やサンダル、水着やゴーグル、スリッパやティッシュペーパー、ドライヤーはあるのかなど気になると思います。靴は私が革靴、カジュアルシューズ、スニーカー、クロックスの4点。妻がフォーマルヒールとヒール、スニーカー、クロックスの4点で、多いような気もしましたが、実際すべて履きました。スニーカーとサンダルはジムやプールに入らないのであればなくてもいいかもしれません。フォーマルは私1点、妻2点で、私は黒のビジネススーツに蝶ネクタイでしたが、蝶ネクタイの人は少なく、普通のネクタイの人がほとんどでした。ポケットチーフも購入しましたが、入れてない人がほとんどでした。今回のダイヤモンドプリンセス号はプレミアム客船でしたので、タキシードの人は一人も見かけませんでした。妻はネットでフォーマルドレスを探し回り、カジュアルフォーマルとフォーマルの2点を持ってきました。カジュアル客船のドレスコードや持ち物についてはブログを参照してください。乗船は1時から始まりましたが、混雑を避けるため、デッキごとに時間割があり、私たちは3時半からとなっていました。中華街でかなり時間を潰しても早く着き、ビルのように大きいダイヤモンドプリンセス号の写真を撮りまくっていました。写真も十分撮ったので、3時前にターミナルに入ってみると、意外と閑散としていました。時間前でしたが、手荷物受付所に行ってみると、皆様すでに乗船されてますよ、と言われびっくりです。その場でスーツケースを預け、乗船手続きに向かいました。手続きは簡単で、e チケットとパスポートと、パスポートのコピー1枚を渡すだけでした。船内での買い物などの支払いは、すべてクルーズカードで行います。そのため、クルーズカードに使用するクレジットカードの情報を入力します。妻が船内でクルーズカードを使い、買い物をした場合も私のカードに請求が来る方が分かりやすいので、e チケットに事前承認をしておきますが、書き方がよくわからない場合は、その場で親切に教えてくれるので、未記入でも大丈夫です。その場で渡されるクルーズカードは、ルームキーや船内の支払いなどに使えますので、肌身離さず持ち歩きます。私たちはちょっと可愛いネックホルダーを100均で購入してきましたが、実は船内で旅行会社が無料配布していました。ベストワンクルーズからこのネックホルダーの無料配布のお知らせを受けたのは乗船後で、しかもこちらから申し出てやっともらえました。買い物時などはクルーズカードの裏面のスキャンが必要なので、自分で用意したホルダーより透明なホルダーの方が便利なので、結局購入したものは使いませんでした。行かれる人はこの点も要確認ですね。ネックホルダーは旅行会社によってデザインが違うので、同じネックホルダーを見ると親近感を覚えます。私たちの部屋はアルファデッキ12の内側の部屋でした。ダイヤモンドプリンセス号はイギリス船籍のため、不吉とされるデッキ13はなく、階段を一つ上がればリドデッキ14で、レストランやプール、大型スクリーンもあり、コインランドリーもすぐそばで便利でした。乗船時に預けたスーツケースも少し遅れて部屋に届きましたが、すぐに使いたいものが入っている場合は自分で持ってくることもできます。船内では何度も迷いました。自分の部屋にさえたどり着けないことがありました。まず通路ではどっちが船首か船尾かわかりません。そんな場合はすぐそばの客室の部屋番号を確認します。部屋番号が小さくなっていく方が船首です。そして偶数の部屋が左舷で、奇数の部屋が右舷になっています。
例えば自分の部屋が610号左舷で609号室があるのに隣が611号になっている場合は、反対側の右舷にいることになります。この決まりを覚えておけば自分の部屋だけには戻れます。ウェルカムパーティーは3時半にはすでに始まっていたようです。3時半からの乗船手続きを指示されていた私たちは、最初から参加できないようになっていたようです。ウェルカムパーティーは期待していたので残念でした。乗船時間が早まることもあることを知っていれば、真っ先にターミナル内に入っていましたが、ベストワンクルーズも早まることもあると一言言ってほしかったものです。これは最安値に対する対応かもしれません。乗船後、真っ先に行われるものは避難訓練で、これは必ず全員参加しなくてはなりません。クルーズカードでチェックされます。部屋の広さは約10畳ぐらいです。部屋のテレビで船首から海の映像も見られ、窓がなくても暗さは感じませんでした。ベッドはツインベッドですが、希望があればダブルベッドに変更も可能です。クローゼットは2箇所あり、ハンガーは30本ぐらいありました。帰りにも使う予定の段ボールもクローゼットの床にそのまま収納できたので、ばらさずに済みました。船内電話やドライヤーは室内のカウンターにあり、二口コンセントもそこにありますが、間隔が狭いのでプラグを同時に挿すことができません。しかし洗面所にもコンセントはあるので、あえてタップを持っていく必要もないかもしれません。ティッシュペーパーがあるか心配だったので持っていきましたが、洗面台にセットされていますので必要はありませんでした。シャワールームは狭いですが、湯量や温度は特に問題ありませんでした。トイレは洋式ですが、シャワートイレではありません。ジュニアスイート以上にはついているようです。ただ、暖房便座でもなかったので、少し冷たく感じました。ルームクリーニングは1日2回してくれます。ベッドメイキングの際は必ずチョコレートが置いてあります。絶えず満腹状態なので、備え付けの冷蔵庫にしまっておきましたが、嬉しい心遣いです。スリッパの用意のあることは分かっていましたが、バスローブの希望は申し出るようにと記載されていました。しかし最初から部屋に用意されていました。使用済みのタオルやバスローブは洗面所の床に置いておけば交換してくれます。靴入れの棚もあり、奥も深いので、持っていった8足もすんなり入りました。室内の壁はスチールになっているので、マグネットフックを持っていくといろいろ片付いて便利です。洗面所の水は飲めなくはないとか、ミネラルウォーターは有料との情報があったので、とりあえず薬服用のためと思い、ミネラルウォーターを持ってきましたが、レストランでマグカップに水を移し、部屋に持ってくることができるので、水を持っていく必要はありませんでした。もちろん有料のミネラルウォーターは置いてありました。この先もだいぶ長いので、今回はここまでとなりますが、次回は船内の様子やイベント、ディナーなどになりますので、引き続きご覧ください。